はいどうも料理人 VTuber の中見仁でございます。ということでね、今回ご紹介する料理はこちら、ブイヤベースでございます。で、ブイヤベースどちらのね郷土料理かと言いますと、皆さんご存知だとは思うんですが、せーのドン。プロバンス地方はマルセイユの郷土料理になります。で、こちらブイヤベースなんですけども、せーのドン。皆さんがね想像するブイヤベースっておそらくこの形だと思うんですよね。で、こちらの形ではありません。こちらは厳密にはブイヤベースと呼ぶとえらいことになっちゃうよっていうところのお話なんですけども、今回ご紹介するのはこのマルセイユのブイヤベース憲章にのっとった作り方をお見せしますので、そちらの作り方一度ね、見ていただいて、楽しんでいただけたらなと思いますので、早速ね作り方の方行ってみましょう。それじゃあ皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい、では使用するお魚の紹介です。こちら赤カサゴですね。こちらは必ず使いますので必ずご用意ください。赤カサゴになります。はい、こちらホウボウですね。こちらも使用しますのでこちらもご用意ください。はい、江戸前アナゴになりますね。本来でしたらもっと太いのを用意するんですけども、日本ですと大洗の方ですねに太いのがあるんですが、今回は江戸前用意してます。で、こちらがマトウダイになりますね。で、内臓を抜くとですね、こんな感じでもうかなりねスカスカになるんですけども、身の部分は、だいたいここら辺の範囲のところですね、ここを使っていきます。ではそれぞれ処理をしていきます。ではまずですね、このねヒレと等々を全部ハサミでカットしていきます。これ必ずやります。どうしてもねやっぱりこの部分のところにこの匂いがかなりありますので、ここはねしっかり取ってってあげます。こんな感じですね。で、頭を外しまして、でこれからぶつ切りにしていきます。で、頭はね別でちょっと取っといて、で身の方はぶつ切りにしていきます。で、こんな感じですね。で、この尻尾の方はこちらはもう出汁に使っちゃいますので、こちらに入れておきます。で、身の方は取っておきます。で、次はアナゴですね。頭もこれ出汁で使っちゃいます。で、あとは適度にこう筒切りにしておきます。で、最後の尻尾の方はこちらはもう出汁の方に回しちゃいますので、ボウルの方に入れちゃいます。こんな感じですね。ではホウボウです。ホウボウもこちらヒレの方を取っていって、で頭取りましてぶつ切りにしていきます。こんな感じですね。では入れていきます。で、カサゴですね。で、身の方はこんな感じですね。で、頭の方は全部半割りにしちゃってください。これはもう必ずやった方がいいですね。必ず半割りにして、で、可能な限り、ちょっと小さくできるのであれば小さくしといた方が後々いいですね。で、こんな感じでまず魚の下処理はしていただきたいです。こんな感じですね。
はい、では材料の紹介です。こちら、ヒュメドポアソンです。こちらですね、もう一度取って半分まで詰めたものですので、結構色が濃いんですけども、あちらを使います。で、完熟トマトですね。で、トマトペーストかトマト缶ご用意ください。で、こちら、玉ねぎとニンニク。で、ブーケガルニですね。そして、サフラン、必ずご用意ください。で、オリーブオイルと、こちら、リカールですね。こちらもご用意ください。で、ポロネギ、ポアローですね。ご用意ください。で、こちら、フヌイユ、ウイキョウですね。で、こちらのね、白いところを使っていきます。こちらですね。こちらの方を使っていきます。で、まずね、フヌイユの白いところを取りまして、で、ポアロもね、頭のところまず取っちゃいます。で、それを半割りにします。そうすると、この中の方にですね、土があるんですよね。今ちょっとお見せしますね。こんな感じですね。で、これがありますので、必ず洗っていきます。じゃあ、洗っていきましょうか。で、洗ったものが、これらですね。必ず洗ってからカットして始めてあげてください。で、太いところを取ってあげて、で、フヌイユはね、こんな感じでもう、ざっくり切っていただければ OK です。こんな感じですね。で、ポアロの方もこんな感じでね、ザクザクとカットして、白いところもこんな感じでカットで OK です。で、トマトはもうこんな感じでね、ザクッと切っていただければ OK です。こんな感じですね。で、玉ねぎもざっくりで大丈夫です。こんな感じでよろしくお願いします。で、ニンニクは潰すだけで OK です。こんな感じですね。で、じゃがいもをご用意ください。今回こちらご用意したのはメークインになります。で、だいたい 1.5 から2センチぐらいの幅でカットしていただいても OK です。こちらですね、もっとボール状の大きめの、シャトーにしていただいても OK です。お店で出す時なんかは、私は結構ボール状の大きなシャトーにすることが多いですね。で、こちらオリーブオイル、かなり多めに入れてください。で、そこに玉ねぎをまず軽く炒めて、で、そこへポアロを放り込んでください。で、炒めていきまして、フヌイユ。で、香りが出るところで、ニンニクですね。入れてあげます。で、ちょっとね、オリーブオイル追加で入れてます。結構入れるんですねと思うんですけども、これがですね、結構重要なところになってきます。で、ここでね、アラの方を入れていきまして、で、まず炒めていきます。ああやってね、こう焦げ目、縮がつくようにやってあげてください。で、リカールを入れていきます。これは、たっぷり入れるのではなくて、香り付けです。ですので、ある程度押さえて入れてあげてください。で、炒めながら、このね、頭のところがだんだん柔らかくなってきますので、そこがチャンスでガンガン潰していきます。こんな感じでね、潰しながら混ぜていってあげてください。で、ヒュメドポアソン入れていきます。で、これはもう濃縮してますので、プラスで水、私は入れてます。で、トマト。で、トマトの缶ですね。ここはトマトピューレでも問題ないです。で、ブーケガルニ入れます。で、そこから火力マックスでお願いします。全力の火力で今からこれを火にかけていきます。でね、アクが絶えず出てきます。どうしてもね、やっぱりデコルジェしてませんので、アク出てきますので、この状態で20分、もうガンガンもう強火でいっちゃってください。これはですね、オリーブをたくさん入れましたよね。で、この汁と乳化させるためですよね。この中にある魚のアラのコラーゲンとこのね、油をこう乳化させるのにもう20分強火でいきます。これは必ずやる工程です。で、20分経ちました。で、こしてあげます。いや、いいですね。もう最高ですね。もうこの時点で美味しそうです。で、その時に、2つちょっとね、小分けにして取っといてあげてください。で、1つはサフラン入れていきます。
私この一つまみ入れてますけども、この倍量さらに後から入れました。はい。サフランはケチらずたっぷり入れてください。では、ルイユの作り方です。で、こちら、乳鉢ですね。で、先ほどの取った汁、これを少し使います。で、こちら食パンですね。白いところですね。で、サフラン、また使います。で、こちらが卵黄とカイエンペッパー、塩。で、オリーブオイル。これらを使って作ります。で、まず、パンの方はね、スープに浸しておいてあげてください。こんな感じでお願いします。はい、では、モルテで、乳鉢でね、やっていきます。ニンニクを少し用意しまして、そこに粗塩をね、パッとかけまして、で、そこにカイエンペッパー入れていきます。で、まずはこの状態で、よくすりつぶしていってペースト状にします。最初はね、ちょっとこうニンニクをねよく潰してからよくね混ぜていきます。ここは根気よくやってください。で、こんな感じでねペースト状になってきます。こんな感じですね。で、そうしましたらね、先ほどのパン、こちらをね、少し入れていきます。で、よくすりつぶして同じようにペースト状にしていきます。こんな感じですね。こんな感じになってれば OK です。で、そうしましたらサフラン入れちゃってください。で、またここで混ぜていきます。ここではね、まだそんなに色は出てこないと思います。で、ちょっとだけスープを入れます。ちょっとだけスープを入れて、しっかりね回していくと色がしっかり出てきます。いいですね。こんな感じでしっかりね色がついてきます。はい。で、この状態になりましたら温度もだいぶね下がってますので、ここで卵黄を入れます。厳密なね古典の方ですと卵黄は入らないんですけども、現代の方ですとこの卵黄を入れるレシピが結構主流になってきてますね。で、こちらオリーブオイル、エクストラバージンオリーブオイルを少しずつ入れていきます。少しずつ入れてつないでいきます。ここはね慌てずしっかりやってあげてください。で、こんな感じでしっかりしたねソースに仕上がりますので、これをココットに入れてこんな感じになりますので、これがルイユです。はい、スープの方沸かしましたら、このサフラン入りのスープを入れて、サフランの色をつけていきます。で、ここで味を決めちゃってください。で、ここでじゃがいも入れていきます。で、ここでまず10分まず煮込んでいきます。で、10分経ちましたら魚たちを入れていきますが、入れるのが、サンピエール、マトダイ以外のものを入れていきます。アナゴ、ホウボウ、カサゴ入れていきます。で、だいたい8分ぐらい、ここからね火を入れていきます。で、経ちましたらサンピエール、マトダイを入れていきます。どうしても火の入り方が違ってくるっていうのがありますので、ここでね時間差で入れてるっていうところになりますね。こちらが、バケットですね。カリッカリに焼いて、表面に、こう生のニンニクをすりつけたものになりますね。で、必ずここのバケットの厚さはだいたい 1.5 から2センチぐらいにしてください。 1.5 から2センチぐらいの厚さでカリカリに焼いて生のニンニクをすりつけるって感じですね。で、これが先ほど作ったルイユですね。はい。で、これがグリュイエールですね。すったものになります。で、これが、基本的に、スープ、一番最初に今からスープを注ぐんですけども、必ずこれが用意されている状態になってます。はい。ではまず、第1回目のサーブとして、スープをね入れていきたいと思います。こんな感じですね。で、これから召し上がるっていう時なんですけども、このねクルトンにルイユを塗りまして、でこれをスープにつけると。
でこれが吸い込み始めたらこういただき始めるみたいな感じですよね。で基本的にこうパセリとかそういったものはいかなくて、これがもう基本的なブイヤベースの一番最初のサーブのされ方っていうところですね。でこれを楽しんだ後に次のサーブが来るっていうイメージです。じゃあいただきます。じゃあまずはちょっとスープだけいただきます。深いですね。深い。いやーめっちゃ味が深いですよやっぱり。でお好みでこうやってグリュイエールを、エメンタールでもいいんですけども、グリュイエールかエメンタールですね。でこうやってお好みでかけて、でまたスープを楽しむっていうような感じですね。いやー美味しい。やっぱりこのフヌユから作ってるっていうのと、やっぱり、こちらリカールですね。やっぱりこれで作ってるんで、やっぱり物がやっぱり全然違いますよね、出来上がりの仕上がりが。もちろんね他のものでも全然いいんですけども、やっぱりねこのアニスの香りの出し方とかそういったものが全然やっぱり違ってくるので、私はわりかしこの作り方が好きですね。いただきます。ではねこうやって、スープの方は美味しくいただきました。でこのいただきましたスープを食べ終わった後に、次のサーブが来ます。はい、じゃあどういう風になるかっていうことなんですけども、こういった形で、今回はこの手鍋で来てますけども、外は小さいものでこうやって来て、でこういった、オーバルのお皿だったり大皿だったり、そのお店によっていろいろなんですけども、こうやって出来上がった魚の方をこうやって置いていきます。必ずねこのじゃがいもも入ります。このじゃがいもも必ず入ってきますので、で、こんな感じでね、サーブされるんですね。まず、これが、このメーテル・ド・テルがこういう形でお客様にお見せするんですよね。こんな感じでお見せしてから、別のお皿の方に、例えば、今これスープ皿でしたけども、別のね、こうメインの皿を用意していただいて、メインというか別のお皿を用意していただいて、でここからデクパージュして、お皿に盛り付けてっていうような作業になってきます。で、こうなりましたら、このスープを回しかけます。で回しかけて召し上がるときはこのルイユを直接ねこの塗ってで召し上がるっていうような感じですね。はい、じゃあいただきます。じゃあ実際に方々に塗ってみます。方々にちょっとルイユをつけてで召し上がります。こんな感じですね。いただきます。はい、以上がマルセイユのブイヤベースの作り方でございました。
結構ね材料を一から集めて作るっていうのが結構日本国内では難しいかなとはいうところではあるんですけども、作った時のこの奥深さですよね、特にこのフヌ湯からこう作っていって、で、このねアニスの香りが少し漂いながらこのサフランがガツンとくる、これがですねやっぱりこのブイヤベースのこの香りの楽しみ方、そして、このねいくつもの魚を掛け合わせて出るこの深い味わいですよね。これが何と言っても醍醐味かなと思っております。はい、ぜひね、チャレンジしてみてください。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。こちらが、ブイヤベース検証にのっとったマルセイユのブイヤベースになります。おそらくほとんどの人がせーのドン。はい。こちらのね、ブイヤベースをイメージしてたと思うんですけども、実際に見てみたら、全然違うねっていうような、おそらく驚きが隠せないんじゃないかななんて思っております。で、まずここに至るまで、いろいろなことが、当然ね、この、ブイヤベースには物語があるんですけども、では、ここからはね、ちょっと専門的にお話を進めていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、1980年に制定されました、マルセイユのブイヤベース検証のこの厳格な要件、というところを、まずはね、ご紹介していこうかなと思います。では、せーの、ドン。はい。まずですね、このブイヤベース検証が認める指定の魚リストというものがあります。じゃあね、上から順に言っていきます。カサゴですね。これは赤カサゴになります。こちらを必ず。この赤カサゴが絶対のマストの魚になります。で、次にオニカサゴですね。で、その次がクロアナゴですね。で、次がトラギスという、お魚になるんですけども、日本だとまず流通はしていないですね。釣り人の方がたまにね、取ることはあると思うんですけども、まず市場にはちょっと出回らないお魚なんですけど、非常にね、美味しいは美味しいんですけどね。で、次がマトウダイ。で、アンコウ、ホウボウ、これらですね。これらの指定の魚のリストがあります。はい。で、さらにですね、一応ですね、追加が認められている甲殻類があります。これはどういったものかっていうことなんですけども、これは地中海産の伊勢海老であるっていうことですね。ラングーストであるっていうこと。で、それとセミエビだったり、ウチワエビだっていうようなものが、一応オプションとして追加で入れてもいいよということが、認められているっていうところになります。ですので、これらの以外の甲殻類とか一般的な魚、タイとかスズキとかっていうのは、検証のですね、正式なリストには含まれておりませんので、タイ、スズキなんていうものは絶対に入りません。はい。では、次ですね。調理、材料に関する規定というものも当然決まっております。はい。で、動画でもお見せしたと思うんですけども、強火での沸騰、これが絶対になります。これはですね、動画でもお話ししましたけども、ゼラチン質ですね、魚の骨とか皮から出るゼラチン質とオリーブオイルをこのね、激しい対流で、乳化させるっていう分離のない、濃厚なスープに仕上げるっていうところで、必ずこの強火での沸騰っていうのがあります。そして香味野菜も指定があります。調味料もですね、まずオリーブオイル、サフラン、ニンニク、玉ねぎ、フヌユ、ウイキョウですよね。で、トマトと。で、ジャガイモに関しての扱いなんですけども、こちら検証の原文においては任意で、認められているっていう形になりますので、もし使う場合は必ずスープの中で魚と一緒に煮込むことっていうことですね。で、これはですね、僕個人の思いではあるんですけども、じゃがいも絶対入れましょう。絶対入れた方がうまいです。むしろ私はじゃがいもがメインなんじゃないかっていうぐらいこのじゃがいもを入れるとね、やっぱり美味しいんですよ。はい。ここはもう個人的感想ではあるんですけどね。はい。では次、3番目です。提供方法、サービスですね。これにも規定が必ずあります。で、これがですね、2段階のサービスであるっていうことです。どういうことかっていうと、まず1段階目。まずスープのみを、このね、ニンニクをすりつけたクルトンですよね。それに、ルイユを塗って、で、それを
スープに浮かべて召し上がる。まあ、お客様にサービスする場合は、こう、ニンニクをすりつけたクルトンを用意して、で、ルイユを別添えでしてお客様に提供するっていう、まずこの1段階目のサービスがあるってことですね。で、そのスープを、このね、飲み干した後、次ですね、このお魚を、まあ、私は今回ぶつ切りにしてるんですけども、まあ本場の方ですともう丸ごとなんですよ。丸ごとドーンとですね、お客様の方に、まあプレゼンテーションして、メーテルドテルの、まあサービスの方ですよね。その方が、このお客様の目の前でデクパージュして切り分けて提供っていうのが、この、まあ流れがあります。故に、このサービス提供には2段階あります。まず 1段階目がスープを楽しむ。そして2段階目に、地中海の魚を楽しむ。この2段階があるっていうことですね。で、4番目ですね。明確に禁止されている食材があります。これが NG 規定というものがあるんですね。まず、貝類。で、頭足類の禁止。まあ、つまり、まあ、ムール貝とかアサリとかハマグリ、イカタコ。これらはもう伝統破壊になるので、明確に禁止となってます。で、もう一つは北欧とか、まあ、大西洋の食材の禁止っていうことですね。まあ、地中海の料理ですので、まあ、大西洋産のオマールとかですね、サーモンとか、これらはですね、南フランスの方のテロワールに含まれない食材なので、使用は基本的に認められていません。ですので、ここら辺の食材を入れること自体が、まあ、貝類、タコ類、まあ、頭足類ですね。これらも含めて、もう全面禁止っていうところで、なってきます。はい。で、まあ、おそらく皆さんが知っているこのブイヤベス製のドン。はい。こちらはね、また後ほど詳しくはお話しするんですけども、マルセイユの方々はどういうふうに思っているか。もちろん、すごい激怒するっていうことはないと思います。ただ、スープとして、例えば、まあ、貝類とか頭足類を入れる。それは確かに美味しいかもしれない。でも、それはブイヤベースではないっていう、それはあなたたちの言っているのはスープ・ド・ポワソンであって、俺たちのブイヤベースじゃないんだっていう彼らなりのやはり誇りがあるっていうところがこのブイヤベースの検証が生まれた流れの一つの彼らのやっぱり、こう主張の一つだったりしますね。はい。はい、次はね、ルイユについてのお話になりますね。で、ほとんどですね、まあ、作り方においては、皆さんびっくりしたんじゃないかなと思うんですよね。モルティエ使ってるよみたいなね、感じだと思うんですけども、まあ、基本的に、まあ、ここはモルティエを使わなくてもいいかなとは思うんですけども、今回は伝統にのっとって、まあ、モルティエでやるところをお見せいたしました。はい。で、これですね、まあ、料理人の方でもかなり多いんですけども、おそらく見てて、いや、それルイユじゃなくねみたいな、思った方いると思うんですよね。だってマヨネーズにさ、ニンニクとサフランでいいんじゃねえのみたいなね、感じがあると思うんですけども、それをやると、全くそれはルイユではなくて、サフランニンニクマヨネーズだよねっていう返しになっちゃうんですよね。で、まあ、なぜ、このマヨネーズを使ってはいけないかっていうところなんですけども、そもそも本来のルイユには酸味というものは入っておりません。はい。ですので、ここで酢っていう部分が入ってくるということで、余計なまあ要素が入ってしまうってことなんですよね。で、2番目にそもそもオイルの質が違うってことなんですよ。マヨネーズに使っているオイルと、当然ルイユに使っているオイル。まあ、ルイユの場合ですと、エクストラバージンオリーブオイルを使ってますし、まあ、マヨネーズの場合ですと、まあ、様々ね、オリーブオイルもあるかもしれないですけども、ほぼ別のまあ、油を使われることが多いかなっていうところですね。そして3つ目、ここなんです。これがやっぱり私一番重要かなと思ってるんですけども、温かいスープにまず溶けないっていうことなんですよ。で、本来こう作る、まあ、オリーブオイルで作る、このね、ルイユに関しましては、スープにスーッとこう溶けていくんですね。これが、味わい深い、このね、スープにこのルイユの、まあ、この香りが加わっていくことの、この、なんていうんですかね、マリアージュですよね。これを楽しめるっていうのが、このルイユを作ることのすごい重要性だったりします。で、これをもしマヨネーズ、まあ、ニンニクサフランマヨネーズでやってしまうと、まず溶けないで浮いてるだけなんですよ、塊が。ですので、それを、まあ、これがブイヤベースだって言って、こう、ブイヤベースのスープは確かに美味しいのかもしれないです。
なんですけども、そこでマヨネーズのルイユを出してきたときに、これはルイユじゃないっていう話になってしまうっていうところなんですね。そもそもマリアージュを前提として作っていないっていうことになりますので、ここはですね、結構明確に、ルイユっていうものはマヨネーズではないっていうことを、しっかり覚えておいていただけたら OK かなと思います。はい。ではね、ここからは歴史のところをちょっとお話ししたいなと思います。かなりギュッとね、要点だけ絞ってちょっとお話しさせていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。で、一応ですね、ルーツとしては古代ギリシャの時代まで遡るなんて言うんですけども、もうこれ言っちゃうと何でもあり、古代ギリシャ万能説っていうのがありまして、何でも古代ギリシャに行っちゃうよみたいなところがあるので、ここはちょっと一回除外させてもらって、近代のね、ブイヤベースの、直接の始まりっていうところで、マルセイユの漁師たちが浜辺で作っていた、海水の雑魚汁なんですよね。もう何でも入れてこうグツグツ煮込んだ汁物っていうところですよね。つまり、売り物にならない魚の処分で、それをまかない飯として、作っていたっていうことですね。市場で高く売られるタイとかスズキとかもそういったものはもう売り払って、で、網の底にこうね、出てしまったこのカサゴとか小さすぎるホウボウとか、骨だらけのこの誰も買わないアナゴとかですね。それをまかないにしていましたよっていうところで、岩場のね、この流木をガーッと集めてきて、火を起こして、大きなね、黒い鉄鍋ですよね。そこに海水と、大量の肉、うわーって入れて、で、これ私ちょっと記事を見たときに、野生のフヌユらしいんですよね。そういうものが生えてるんだということに、私もちょっとびっくりしたんですけども、野生のフヌユを、こう、ぶつ切りにして、ガーって入れて、で、稚魚ですよね。もう稚魚というか、雑魚ですよね。うわーっとこう、骨ごとバーってぶち込んで、豪快にこう煮立たせるっていうところが、これが原点です。この時点ではまだトマトとかは入っていませんでした。はい。で、名前の由来ですね、次のところなんですけれども、ブイヤベースっていう言葉自体が、実はこの物理的なその、調理指示そのものを、意味する、プロヴァンス語、オクシタンから来てるっていうことですね。カンサブイユトゥベースっていう、沸騰したら火を弱めろっていう、意味なんですけども、その中のブイルっていう、沸騰させるっていう言葉と、アセベっていう火を弱める、下げるっていう、動詞があるんですけども、この二つが合体してブイヤベースになったっていうことなんですよね。で、それは強火でポコ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 ってこう沸騰させて、オイルとゼラチンを強制的にこうね、乳化させていって、で、魚の身を入れたらこう火を弱めていく。そこで薪を引いたりとか、優しく火を入れる、なんてね、やり方になってくると思うんですけども、この、調理指示そのものを意味するオクシタン、プロヴァンスの言葉だったっていうところですね。この2つの動詞が合わさってブイヤベースっていう言葉になりましたっていうところでございます。はい。やってきましたね。トマトとサフランがついにね、ここで、ブイヤベースにぶち込まれるっていうね、流れになってくるんですよ。これがもう毎度おなじみ、18世紀末から19世紀、皆さん大好き、大航海時代の、また大航海時代かよ、みたいな。もう当然そうなってはくるんですけども、マルセイユが、貿易港としてね、もう大繁栄するんですよね。で、その中で、トマト、新大陸から渡ってきた、トマトが、このね、南フランスのテロワールにこう定着していく中で、スープ自体にですね、心地よいこの酸味がね、加わるっていうところで、強烈な旨味のブーストがもう当然そこで加わっていったわけですよね。で、あと、このサフランですよね。これがですね、マルセイユに、当然当時からも高級スパイスではあったんですけども、大量にやっぱり荷下ろしされてたんですよね。で、もともとはこの魚の臭み消しとして使われるっていうところがこうサフランのあれだったんですけども、これがですね、当然マルセイユは大量のスパイスをこのね、サフランを荷下ろししていたので、これをですね、スープにドーンと入れて黄金色に変えていって、この味わい深い圧倒的な気品を与えるっていうところで、一役買ったのがこのサフランでございますね。はい。で、それが、単なる、漁師料理だったこのブイヤベースが、ブルジョワジー、富裕層の方々から、こう、パリに来る、美食家たちをこう魅了する、高級レストランの看板料理へと劇的に変化を、遂げていったんですね。さあ、ここで何が起こるかって大体皆さん予想はできると思うんですけど、そこはちょっとひとまず、次の章に行ってみたいなと思います。はい。
はい、次、1980年、検証の誕生、観光地界の怒り爆発みたいな話なんですけども、20世紀になるとですね、ブイヤベースはフランス料理を代表する世界的なね、スープの一つっていう、形にはなってはくると思うんですけども、その有名さに目をつけた、観光地のレストランとかがですね、大西洋産の、魚を使ったりとか、ムール貝とかエビとか、大量に入れて、豪華風に見せかけにするこの悪質なアレンジ、つまりこれです。はい。せーの、ドン。皆さんがよく知っているブイヤベースなんですよ。で、これがですね、ブイヤベースとしてかなり広まってしまったっていう、背景があります。で、当然これに激怒して言ったのがマルセイユの方々ですよね。当然何代にもこの伝統としてね、守り抜いてきた本物の職人たち、漁師さんたちが、いや、これやっぱブイヤベースだ、俺たちの味だっていうところがあるわけなんですよね。で、それを、これ以上ね、我々のソウルフードを汚されてたまるかっていう、強烈な危機感があったんですよね。で、そこで、1980年に、主要なレストランのシェフが集まっていて、使用している、魚やサービスの手順をきちんと定めたブイヤベース憲章っていうのが、制定されたんですよね。これは、美食、フランスの食の歴史においても、地方の料理人が、商業主義に対して起こした、最もすごい反乱の一つなんじゃないですかね。これは結構僕もすごい歴史だなぁなんて思っては見てます。はい。で、そしてですね、そういったね、流れがあって、こういったね、歴史を振り返ってくると、ブイヤベースの本質は、豪華な高級食材を並べるっていうわけではないんです。地元のね、安価なその岩礁魚、岩場のね、お魚とかを火の力、うわーっとバーって炊いて、それを乳化していって、サフランを入れて、そして、どこまでも至高な限りの、域にまで引き上げる、その地元の方々の執念のスープでもあるんですよね。ですので、当然そこにはルイユを、マヨネーズにするなんて絶対、あっちゃいけない。で、これは私もちょっと今回のことでちょっと調べたんですけども、日本独自のことなのかなと思ったんです。このルイユが、マヨネーズでこのサフラン、ニンニク入れて、ルイユですみたいなね、言ってんのかなと思ったら、確かに日本は非常に多いんですけども、実はフランスの方でも割とカジュアルなところではそのマヨネーズをニンニクサフランで入れてるっていう、ことがあって、これが実際にマルセイユの方々も、頭を悩ませてる問題らしくて、日本だけじゃねえんだ、みたいなところで、ちょっとそこはね、余談ではございますけども、そういったね、現状が日本と同じようにフランスでもあるっていうところは、ちょっと覚えておいていただきたいなと思います。で、もし、日本でね、ご自宅で作るっていう時は、当然ね、この検証通りにやるっていうのは難しいと思います。難しいと思いますけども、当然ね、私はもしご自宅でやるっていうのであれば、自由に作っていただいてはいいと思うんですけども、ルイユだけは作ってください。もうルイユだけは絶対に作った時に、マヨネーズで食べてた人は、あれは何だったんだって多分なると思います。で、そのルイユを手作りして、そのブイヤベースで合わせていった時のマリアージュは、そこでしか絶対に味わえない、ソウルフードだなっていうところを感じる私のこの魂の部分だなってはすごい思ってます。はい。ですので、ここはぜひぜひお試しいただけたらなと思っております。はい。はい、以上がね、ブイヤベースのお話でございますが、そしてね、長丁場、本当にありがとうございます。もうブイヤベースは申し訳ないんですけども、30分絶対オーバーするなっていうのはもう覚悟の上で、動画を作ってます。そしてね、ここまでご覧いただいたことに非常に感謝しております。それぐらい、ブイヤベースは伝えなくてはいけないことがたくさんありますし、おそらく、フランス料理、をやってる方々においても、確かに多分こちらのね、はい、こちらのブイヤベースのイメージしかなくて、じゃあ本当のブイヤベースって何って話には知ってはいるけど、みたいなね、ところがあると思うんですよね。ですので、もし作るのであれば、ちゃんとした映像で収めてあげて、こうやってね、お見せすることが一番いいかなと思ってます。はい。で、私はね、やっぱり、
駆け出しの頃、ちょうど、日本のね、レストランシーンの方が、もうプロバンス全盛なんですよね。もうとにもかくにもプロバンスで、ちょうどこの時、物流においてもオリーブオイルだったりとか、オリーブですよね。フレッシュのオリーブが入ってきたりとか、このね、南フランスの食材っていうのが非常に日本に入ってくる時代に差し掛かってた時だったんですよね。で、その時に、やっぱり私もプロバンス料理のお店にいたんですが、その時に、叩き込まれたのが、やっぱりこのブイヤベースですよね。で、やっぱり、当時の先輩たちも言ってましたけども、このプロバンスの、この、なんていうんですかね、マーケティングの流れの中で、やっぱりね、いかに簡単にするかとか、そういったところで、本来、伝えなきゃいけないものが違うものになってきちゃってる。でもそれが、確かにマーケティングとしては成功なのかもしれないけども、じゃあ一体俺たちはどうするべきなのかみたいな投げかけがあった時に私はやっぱり答えられなかったんですよね。まだ若いっていうのと、そんなに難しい考えもできなかったっていうところもあったんですけども、なかなかね、ここは答えは出ない話ではあるんですが、おそらくお店でやるとなった時に、正直本音で話します。正直本音で話した時に、私は当然このね、マルセイユのスタイルではやるんですけども、マーケティングとして成功するのはどちらかっていう話になっちゃうんですよね。どうしても今の時代、映えとか、いうところとか、やっぱり豪華さ、見た目のね、豪華さっていうのが、やっぱり第一優先になってしまうっていうところに、少しね、私は悲しさもあったりはするんですけども、かといって、私このね、2段階サービスのあるこのスープを楽しむ、そして、地中海の魚を楽しむ、非常にね、情緒あふれる食べ方だと思いますし、このね、ルイユがゆっくり溶けていく、そして口の中で広がって、サフランとニンニクとこのスープのマリアージュ、それを楽しみながらねっていうのも、私はね、すごい好きです。はい。ただ、これがね、どんどん改変されてしまって、ブイヤベースというと、やはり姿、ムール貝がたっぷり、そして、エビがね、ドーンと入っていたりっていうところがあるのが、今現状の姿であるっていうことです。ですので、今回動画を見ていただいて、まずね、ブイヤベースと名乗るのであれば、こういうスタイルだっていうことを覚えておいてください。で、このね、貝とかエビとかタコとかもし入っていたら、それはブイヤベースじゃない。それはスープドポワソンだって思ってください。それだけでいいです。お店では言わないでくださいね。喧嘩になりますんでね。申し訳ないんですけども、ほとんどのシェフの方は分かっててやってます。分かっててやってて、でもできないんですよ。やっぱり。シェフが、オーナーシェフであれば、その人の意見一つで、それがね、できるんですけども、やはり、第三者が入っている場合は、もうおそらくプレゼンした時に、ダメ。もうやっぱさ、今の時代はさ、映えだよ。インスタ映えとかだからさ、もうちょっとさ、貝とかエビとかさ、そういうの入れてもっとさ、華やかにいこうよ。なんてね、意向を言われてしまうと、やはり、ね、資本主義の中では、我々料理人っていうのはそこでは立場が弱いかなっていうところですよね。そういうマーケティングの事情もあったりするっていう、最たるものがこのブイヤベースだったりします。ちょっとね、深い話になっちゃいましたね。はい。はい、いつもね、ハイプでの応援、熱いコメント、チャンネル登録、高評価、ありがとうございます。本当にね、皆さんからのもうこの熱いメッセージをバンバンね、感じまして、私もね、楽しく返信させていただいております。そしてね、チャンネル登録、そして高評価のほどいつもありがとうございます。ありがたいことにですね、一つの動画で、ハイプかなり行きまして、それがですね、結構 YouTube の方で拡散していただきましてて、それでね、かなり多くのところで、表示されるようになりまして、非常にね、皆様からの応援、大変感謝しております。ありがとうございます。引き続きね、まだまだ進んでいきたいなと思いますので、皆様からのハイプでの応援、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。